株じいさん。今回はただのじいさんが株じいさんになるまでの時系列です。60過ぎましたら急にもう一度バイクに乗りたいって思うようになって、バイク屋へ足が向いてました。30年ぶりのバイク屋です。バイクレンタルしちゃうことにしました。車種は出たばかりの C125 スーパーカブです。スーパーカブといえばロータリーミッションが特徴ですよね。今まで扱ったことがないので入念にレクチャーしてもらって、いよいよカブに乗ります。やっぱね、30年ぶりのバイクだったんでね、結構緊張してましてね、ご覧の通りグローブするのさえ忘れてましたね。ドジです。いやー、この時のアクセル全開での疾走感、それまで封印されてたものが一気に解き放たれた感じでしたね。ようやく今自分の何かやりたいことを改めて見つけたような、そんな気分になりました。風を切ってこの木漏れ日の中を走る爽快感、本当に気持ちよかったですね。一発でこのカブっていうバイクの虜になっちゃいましたね。はい、素晴らしいバイクです。おにぎり持ってツーリング、なんかウキウキして楽しかったですね。初めてとは思えないような乗りやすいバイクだなぁと思いました。この日は秩父までの往復で約100キロ強のツーリングだったんですけど、ほんと楽しかったです。30年ぶりのバイクでしたんでね、慎重に運転しました。無事に帰ってこれてじいさんほんとホッとしました。一番ホッとしたのはバイク屋さんでしょうね。この時はじいさんはバイクはもうレンタルでいいやって思ってたんですけどね。C125 をレンタルしたその2ヶ月後ですね、今度は2日間ですね、天気の子を借りてね、スーパーカブのポテンシャルをね、とことん味わってみたくて2日間も借りちゃいました。前回は30年ぶりということもあって、オンロードを慎重にツーリングしたわけなんですけど、今回はカブのポテンシャルをね、とことん知りたくて、オフロード、草原やのっぱらや砂利道、ボコボコの道、泥道、河川敷の荒れた道、いろんなところを走り込んでみたんですけど、まあ大抵の場所は普通に走れてしまうんですよね。驚きました。カブのポテンシャルの凄さをまざまざと体感しましたね。大きなバイクではとても入っていけないようなところでも、カブだと気軽に入っていけるんですね。はい、カブの体験2回目も無事に帰着できました。車でのキャンプメインだったじいさんは、これカブでキャンプ行けんじゃねって思うようになりました。はい、前回天気の子を借りてから1ヶ月後ですね、カブでキャンプ行けるんじゃないかってことで、当時人気がうなぎ登りになっていた CT125 ハンターカブを泊2日でレンタルしました。湖の際へね、キャンプへ行ってきました。ハンターカブに乗ってみた印象は、やはりスーパーカブより一回り大きくてどっしりとした安定感、そして荷台も大きいですし、キャンプにはもってこいのバイクでした。ただスーパーカブの持っている軽快感という面ではちょっと欠けるかなと。ちょっと異質なスーパーカブとは別物だなって感じました。かっこいいんですけどね、ちょっと自分が求めているものとは違うような感覚を持ちました。バイクはレンタルでいいやって思ってたはずなんですが、どうも脳みそが株金に侵され始めました。ハンターカブの後ですね、春が来てポカポカになったらまたカブに乗りたいなって思いがふつふつと湧いてきました。いろいろなカブを見てきた結果、自分にはクロスカブが一番合ってるんじゃないかなって気がついてですね、とても程度のいいクロスカブの中古をネットで見つけましてね、こうやって下見に来ました。もうね、半分ね、興奮してね、もう買っちゃうぞって感じで、こういう時ってバイクの状態を冷静に見れる人をね、相方として連れてくのが一番いいんですけどね。はい、下見から2週間後ですね。ただのじいさんが株じいさんになる日、つまり納車の日、ついにやってきました。この時ね、ホンダのサービスのこの副店長さんなんですけど、私が年寄りで30年ぶりにバイクに乗るんだって言ったせいなんでしょうかね。やっ
たら丁寧に株の取り扱いを教えてくださいました。私がねじいさんなもんで、この店員さんもね大丈夫かな、事故らないかなってほんと心配だったんだと思うんですよね。はい、ただのじいさんから株じいさんになって、さあいよいよクロスカブで出発です。やっぱり最初ロータリーミッションになれなくてね、こうやってギアダウンでねすごいエンブレが効いたり、突然車がね前に入ってきたりね、もうびっくりドキドキしながらのね家路です。まっすぐ家に帰るのもつまらないなと思いましてね、このオッペ川の河川敷のねこのオフロードねして、この竹林の中ね走り抜けてみました。60歳を超えてから30年ぶりにねバイクに乗るっていう、結構迷いがあってですね、事故るんじゃないかとか周りに迷惑かけるんじゃないかとかいろいろ考えたんですけど、サラリーマン人生ずっと走ってきてね、今こそやりたいことをもう一度やろうよって考えるようになってですね、一歩踏み出しました。株じいさんにとってのね新しい人生の記念すべきスタートの時でした。はい、ではまた次回お会いしましょう。株じいさんでした。株じいさんの励みにもなりますので、チャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしく。